はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、対称式で使える強力なテクニックを紹介していきます。今回ね、扱う問題。一見すると普通の対称式の問題なんですけど、求めたいものが5乗プラス5乗プラス5乗。これをですね、基本対称式で表すのはかなり至難の技なんですよ。でも、あるテクニックを使うことによって簡単な計算だけで求めることができるんですね。しかもですね、これが5乗プラス5乗プラス5乗じゃなくて、10乗プラス10乗プラス10乗だったとしても、本当に同じように計算することができる。このテクニックは受験生全員必須のものなので、一緒にマスターしていきましょう。それでは問題。x プラス y プラス z イコール1、2乗プラス2乗プラス2乗が2、3乗プラス3乗プラス3乗イコール3の時、5乗プラス5乗プラス5乗の値を求めようと。これね、対称式ですね。見て対称式だなっていう風になるので、まずは基本対称式の値を求めていきましょう。基本対称式は x プラス y プラス z。これは1だね。で、あとは xy プラス yz プラス zx と xyz を求めていきたい。じゃあまずは2乗プラス2乗プラス2乗。これは使っていくわけだけど、これは基本対称式を使って、こういう風に表せるよね。こいつを2乗してあげて余分なものを引いてあげる。で、これが2なわけだから、x プラス y プラス z に1を代入して、こいつを求めてあげる。そうしたら、移項して割るマイナス2。よってイコールマイナス2分の1というふうなね。じゃあ次、xyz を求めるにあたって、3乗プラス3乗プラス3乗を考えていく。これね、どういうふうに扱うかはもうパターンとしてね、ぜひ押さえておいてください。こいつを対称式を使って表すのは、この公式使うのね。この3乗足す3乗足す3乗引く 3xyz。この因数分解の公式。ね、ありましたね。こいつを使うことによって、基本対称式でね、表すことができると。今回ので言うと、3乗足す3乗足す3乗がここ3でしょ。で、x 足す y 足す z が1。で、2乗足す2乗足す2乗が2。で、マイナス xy マイナス yz マイナス zx っていうのが、ここマイナス2分の1なわけだから、プラス2分の1になると。よって、この xyz を計算してあげると、ここで2分の5引く3でマイナス2分の1割るマイナス3で6分の1というふうになる。これでようやく基本対称式の値が全部わかりましたよっていうふうなね。じゃあいよいよ本題のこの5乗足す5乗足す5乗の値なんだけど、3乗ですらこの基本対称式を使って表してあげるのっていうのが結構難しいでしょ。ましてや5乗を作るのどうすんだと。x プラス y プラス z を5乗してみようかな。いやでも展開大変だな。じゃあ2乗足す2乗足す2乗と3乗足す3乗足す3乗をかけて余分なものを引いてみようかな。でも余分なものをこれを使って表すのどうしたらいいんだろうな。かなりね、難しいよね。ということで、このね、テクニックを使ってあげる。このね、基本対称式の値が分かったら何を使うかというと、解と係数の関係。解と係数の関係っていうのは、この基本対称式の値がそれぞれ分かってる場合、これをね、3次方程式の解に落とし込むことができたんだよね。t3 乗マイナス αt2 乗プラス βt マイナスガンマイコール0の3回が t イコール xyz と、こういう風に t についての3次方程式に落とし込むことができる。注意すべきことが、ここがマイナス、プラス、マイナスという風になること。なぜかというと、こいつが t-x、t-y、t-z と、こういう風に因数分解できるからっていう話もありましたね。で、これを使うことによって、今回ので言うと、1、マイナス2分の1、6分の1なわけだから、t3 乗マイナス t2 乗マイナス2分の 1t マイナス6分の1イコール0の3回が t イコール xyz という風になるね。このことから何がわかるかというと、この3次方程式に t イコール x を代入してあげた x3 乗マイナス x2 乗マイナス2分の 1x マイナス6分の1イコール0。これが成り立っていますよってことがわかるの。で、それが y についても z についても成り立つわけだから、結局この3本の式が成り立つ。このね、式。こいつを2乗1乗定数この部分を移項してあげたんだけど、3乗イコール x2 乗プラス2分の 1x プラス6分の1。y についても z についても同様。で、ここでね、この式、3つとも足してあげましょう。で、最初ね、この定数項の部分も x0 乗っていうものを、ここは y の0乗、ここ z0 乗っていう風に考えてあげることによって、ちょっとね、統一感を出してあげる。そうすると、この部分、x3 乗プラス y3 乗プラス z3 乗っていう風になるね。
一般にちょっとめんどくさいので、n 乗プラス n 乗プラス n 乗を sn という風に書いてあげましょう。そうすると、s3 イコール、ここ2乗足す2乗足す2乗で s2。プラス、ここは2分の 1s1。プラス、6分の 1s0 と。こういう式が成り立つということがわかるね。よろしいかな。そうするとね、実はこの s0 っていうのは、x の0乗1足す y の0乗1足す0、z の0乗1だから、ここ3でしょ ?3。s0 は3。で、s1 は1。s2 は2ということがわかるので、s3 の値3っていうふうに、これでね、求めることができるのね。よろしいですかね。こんな感じで3乗足す3乗足す3乗を求めるにあたって、必ずしもさっきの展開公式っていうものを使う必要はないっていうことは押さえておいてください。で、こっからね、また面白いことをやるんだけど、このね、上の式、両辺に x をかけてあげる。そうすると、これ3、2、1、0。指数部分が1個ずつ上がるよね。4、3、2、1と。同じように y についても、これ、両辺 y かけてあげると、4、3、2、1とグレードアップする。z もグレードアップする。そうすると、ここの部分足してあげたら、それぞれね、1個ずつグレードアップすることがわかるよね。これによって、S4、すなわち4乗足す4乗足す4乗が簡単に求めることができる。S3 が分かってるでしょ ?S2 も分かってるでしょ ?S1 も分かってる。で、さらに言うと、これもう一回 X かけたら5、4、3、2っていう風にグレードアップできる。ね、これも5、4、3、2、5、4、3、2っていう風に分かれば、S5 が、ね、S4、S3、S2 が分かれば求めることができると。一般にこういう全化式を立てることができるね。この一番上の式を xn 乗倍、これを y の n 乗倍、これを zn 乗倍っていう風にしてあげて、これらを足すことによって、次のページに書くと、ここが sn プラス3、sn プラス2、sn プラス1、sn という風になるので、この関係が成り立ちますよってことがわかるのね。よろしいかな。これのね、何が強烈かっていうと、R、sn プラス3、ね、x の何乗足す y の何乗足す z の何乗っていうものを求めるにあたって、1個前、ね、sn プラス2と2個前、その2分の1倍と3個前、その6分の1倍、これらを足し合わせることによって求めることができると。とすると、今回ね、S1 が1、S2 が2、S3 が3ということが分かってるわけでしょ。そうしたら、ね、3つ分かったらその次の S4 が当然分かる。これは1個前足す、ね、2個前の2分の1倍だね。だから3足す1足す3個前の6分の1倍。だから6分の1。計算して6分の25っていう風になるし、同じように S4 が分かれば、ね、S5 も分かる。3つ分分かるからね。そしたら1個前をそのまま足してあげて、2個前の2分の1倍。だから2分の3と。足す3個前2の6分の1倍。だから3分の1ね。ただこれを計算するだけで5乗足す5乗足す5乗の値がわかる。答えは6という風になるわけです。よろしいですかね。一般にね、これ5乗足す5乗足す5乗出すの難しいけど、これだけのね、計算で答えを出すことができるし、なんなら6もね、6乗の場合も7乗の場合も8乗の場合も、ただ単純計算だけで答えを出すことができるよね。ということで、今回のね、対称式のテクニック。解と係数の関係を使ってあげる。ね。まずは基本対称式を求めてあげて、基本対称式が分かれば解と係数の関係を導くことができる。とすると、ここにね、代入して成り立つわけだから、あとはその代入したものを縦に足してあげることによって、xn 乗プラス y の n 乗プラス zn 乗に関する全化式というものを立てることができると。ね。S3 イコール S2 プラス2分の 1S1 プラス6分の 1S0。これを、ね、この両辺 x 倍していくことによって、これどんどんグレードアップできるよ。一般に、このね、元の式を n 個、n 回グレードアップすることによって、この関係を導くことができて、とすると3つ分かれば、その次。その結果としてその次。その結果としてその次。どんどん分かっていきますよと。そういう話。このことをしっかりと押さえておいてください。ということで今回、対称式のテクニックについて解説してきたんですけど、今後もいろんなテクニック紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。
ということで、また次回の動画でお会いしましょう。